皆さん、大変お待たせしました。経緯ビジョンピッチ2022を開催いたします。本日、司会を務めます、九州大学副理事の萩島彩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。なお、本イベントは同時通訳機器をご利用いただけます。使用する際には、日本語を聞く場合は、お手元のレシーバーのチャンネルを1に、英語を聞く場合は、チャンネルを2にして、同時通訳者の音声をお聞きください。本イベントは、九州大学の111周年記念行事、ビジョンエキスポのプロジェクトの一環として企画しました。学生・若手研究者による研究ピッチコンテストです。ピッチコンテストとは、通常ですと技術シーズやビジネスアイデアを短時間のプレゼンテーションによりアピールするコンテストで、研究者やスタートアップ企業が事業化のための出資金を獲得するなどを意図して、近年各地で開催されております。これに対して本イベントは、ピッチの内容をビジネス化に限定せずに、学生や若手研究者が自身の研究のアイデアや展望、社会へのインパクト、ビジョンを発信することを狙っております。8月の上旬に予選審査を行い、40名の応募の中から予選を勝ち抜いた11名のファイナリストが、本日、学部修士課程部門、博士課程ポスドク部門に分かれて発表を行います。なお、本イベントの様子については後日、九州大学の YouTube アカウントにて配信させていただきます。あらかじめご了承ください。それではまずはじめに、九州大学久枝義雄理事より開会の挨拶をいたします。久枝理事、どうぞよろしくお願いいたします。九州大学理事副学長の久枝義雄でございます。本日、お忙しいところ、審査員の皆様、それから本選出場者の皆様、それからご観覧の皆様、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。開会にあたりまして、九州大学を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。本イベント、九州大学ビジョン2022は、今回が初めての試みでございます。内容は今、萩島副理事の方から説明があった通りでございますけれども、私も、学生さん、若手研究者の皆さんの発表を非常に楽しみにいたしております。でコロナ禍ではありますけれども、人数制限ありで、この対面で実施できたことを大変嬉しく思っております。さて、本学九州大学は昨年11月に指定国立大学法人に認定されまして、2030年に向けまして本学の取り組みの方向性を示す九州ユニバーシティビジョン2030、2030を策定公表いたしました。で総合値で社会変革を牽引する大学となることを目指しておりまして、現在活動を進めているところでございます。多様な知と人材を結集して新たな価値創造の基盤となるような研究とイノベーションの創出を牽引するということでございまして、自然科学系、それから人文社会系、さらにデザイン、芸術工学を加えた総合値によって社会的課題の解決と、それによる社会経済システムの変革に貢献していく所存でございます。これを契機に本学が持っておりますさまざまな総合値とその展開の可能性を学内外に
広く共有したいということで、このビジョンエクスポというふうに掲げまして、本年4月より1年間、さまざまな取り組みを行っておりまして、本イベントもその一環でございます。で、本イベントを通じまして、九州大学が持ちます総合値を発信し、社会的課題の解決と、それによる社会経済システムの変革に貢献していくこと、また次世代を担う若手研究者が育っていくことを期待いたしております。また本日は審査委員といたしまして、産業界でご活躍されております本学とも関係の深い3名の方をお招きいたしております。諸藤様、澤田様、前田様におかれましては、ご多忙中のところお越しいただきまして、審査いただくことを厚く御礼申し上げます。皆様には日頃より九州大学の発展にもご尽力いただいておりますことを重ねて御礼申し上げたいというふうに思います。本日はこの3名の方々と、あと本学の教員4名の方の先生方、合計7名で審査をご担当いただきます。最後になりますけれども、本イベントの開催は多くの皆様方の寄付により開催することができました。この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げますとともに、参加者の皆様にとって実りあるものになるということをこれより願っております。以上で私の挨拶とさせていただきます。久枝理事、ありがとうございました。続きまして、審査委員を紹介させていただきます。リープラグループ CEO、諸藤修平様。諸藤様には本日審査委員長を務めていただきます。株式会社ヘリオス執行役副社長 CMO、澤田正則様。澤田様には本日副審査委員長を務めていただきます。株式会社産学連携機構九州代表取締役社長前田誠様。九州大学工学研究院教授三谷康弘先生。九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所准教授高橋幸奈先生。九州大学人間環境学研究院准教授木下博子先生。以上、産官学でご活躍されている6名の皆さんに本日の審査員を務めていただきます。続いて審査基準です。本コンテストは自身の研究計画を適切にプレゼンし、質問に適切に答えられるか、研究計画が実現した場合に社会へ与えるインパクトが大きいと考えられるかどうか、この2点をもとに審査いたします。表彰についてもご説明します。第1部の学部修士課程部門においては、優勝30万円、第2位20万円、第3位10万円の賞金が授与されます。また、第2部の博士課程ポスドク部門におきましては、優勝50万円、第2位30万円、第3位10万円の賞金が授与されます。それでは皆様、大変お待たせしました。これからピッチに移らせていただきます。第1部では、学部修士課程部門5人のピッチを行い、休憩を挟み、第2部にて、博士課程ポスドク部門のピッチを実施いたします。ピッチ時間は、1人3分間で、質疑応答を5分間行います。ピッチ、質疑ともに終了1分前にベルを1回、終了時にベルを2回鳴らします。それでは早速第1部のピッチを行います。トップバッターは
総合理工学部修士課程2年、磯川博樹さんです。研究テーマは、核融合炉用トリチウム生産に向けた革新的トリチウム閉じ込め技術の開発です。それでは磯川さん、よろしくお願いいたします。では今ご紹介に預かりました磯川が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。本日ですね、こんな物々しいタイトルはつけさせていただいたんですけども、私からお伝えしたいこと、実はこれですね。この九州大学で日本のエネルギー問題を解決していく、そんなビジョンを掲げて私たちが研究を行っていますっていうのを、今日皆さんにまず知っていただければなと思っております。でまず皆さんここで考えていただきたいんですけども、資源乏しい日本におきましてエネルギーの自給自足が達成されればどんなインパクトがあるだろうか、その夢のようなプランを実現に向かわせてくれるのがこの核融合炉と呼ばれる、次世代のエネルギー炉になります。でこれは従来の石油や石炭ではなくて、水素の仲間であるトリチウムと呼ばれる物質を用いた、新しい生産資源原子炉になってまして、世界中で研究開発が進んでおります。で、ただですね、このトリチウムっていうのは、天然に存在する量っていうのは実は極めて少なくて、人工的に生産する必要っていうのがございます。そして核融合炉に用いる必要がございます。ただ日本っていうのはいまだですね、そのトリチウム生産手法っていうのを有しておらず、輸入に頼らざるを得ないと。でこれ非常に深刻な問題で、実際に核融合炉が実現したといたしましても、結局他国からの輸入に頼らざるを得ないのでエネルギーの自給自足は達成できないんじゃないかっていう懸念があります。そこで日本におきましては現在この高温ガス炉と呼ばれる原子炉を用いて、実際にトリチウム生産っていうのを行って、自給自足っていうのを達成しようっていった計画がございます。ただこの計画の最大の問題点っていうのはこの、トリチウムっていうのが高温で物質を透過するっていう非常に厄介な性質を有しているところにございます。でそこでこの、高温どのようにしてトリチウムを閉じ込めるのかっていうのが長年のトリチウム生産の課題でした。そこで私たちは、この課題についてアルミナとジルコニウムと呼ばれる2種類の物質を被覆することでなんと日本で初めてトリチウムの閉じ込めを達成いたしました。で今後はこの貴重な実験データに基づいて、数値解析を行っていろんな原子炉環境で対応できるシミュレーションコードの作成っていうのを行っていこうと、開発を行おうと思っています。そしてこのデータを企業や国の機関施設に向けて公開していくことで実際の原子炉での実証実験というのも目指します。この9大での実験データに基づき、日本でトリチウム閉じ込めと生産が技術が確立されればこれは9大から日本のエネルギー問題を解決できるんじゃないかと思っております。すいません、ありがとうございました。はい、磯川さんありがとうございました。ありがとうございます。それでは審査員の方から何か質疑コメントなどいかがでしょうか。お手元の、ありがとうございました。ありがとうございます。すごく基本的な質問になるんですけど、プレゼンテーションで海外には手法があって、日本にないっていうふうに書かれてたんですけど、その海外の手法っていうのはどういうもので、今研究されているやり方とどういう違いがあるのかとか、なぜそれが日本独自でやらなければいけないのかとかっていうのをちょっと詳しく教えていただければ。そうですね、海外におきましては、例えばですね核、実験、兵器としての利用として、すでにトリチウム生産っていうのが実現されてたりするっていうところがあります。ただ日本っていうのはそういう核に関しては平和的利用っていうのを行ってますので他の国と比べまして、そういう生産手法っていうのを有していない。そして
他に、原子炉を用いた生産手法とかっていうのもございますが、ちょっと日本ではですね、そういう実験に対して、規制がですね、福島の原発以降非常に厳しくて、そういったところで、より安全性のある実証実験っていう生産手法っていうのを確立した上ではないと、トリチウム生産を行いませんよっていうのが現在あるので、この高温ガス炉って呼ばれる次世代のより安全な原子炉を用いて、実際にトリチウム生産を行うっていうのが日本のスタイルになっていきます。ありがとうございます。そうするとその特殊なきつい規制があった上で何かが成功すると、なんか他の国より進んだような結果になり得るのか、それはそういうわけでもないのか。はいですね、この高温ガス炉のメリットといたしましては、既存のトリチウム生産量、必要量に対して、核融合炉って、すごい量のトリチウムが実際に必要なんですけども、この高温ガス炉っていうのはそれを短期間で生産することができて、短期間のうちに経済性も良くてですね、達成できるっていうのが一つの日本としてのメリットだと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。はい。ありがとうございます。世間一般的に核に関するやっぱり社会の需要性のイメージってまだまだハードルが非常に高くて、このトリチウムのその高温環境での物質の投下っていうところがその安全性に対して非常に難しい。でそれを閉じ込めることができる。だからより安全で社会に対する需要性のコメントとして何か大きくこれが成功したらもう安全なんですよって本当に言えるのかどうかと、そういうところのポイントを教えてください。そうですね、ちょっとそこはちょっと非常に難しい部分ではあるんですけども、そうですね、この閉じ込め技術っていうものは、今トリチウムっていうところではやってるんですけども、例えばですね、他にこのトリチウムっていうのは水素と同じような性質とかっていうのも持ってますので、トリチウム単体ではなくてですね、世界一般で今話題の水素エネルギーであったりとか、そういう水素の閉じ込め技術っていうところにも応用ができるっていったところが一つメリット。そして原子炉でいうと何ですかね、水素でちゃんと実際できてるんだから、高温トリチウムでもちゃんとそれができるでしょっていうのがまた実証されればですね、付加価値じゃないですけどプラスアルファのメリットとしてお互いになっていくんじゃないかなっていうのは私考えております。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。あなたの研究の中で、今どこがブレイクスルーすればこれが実用化になって、世の中の役に立つと思いますか。そうですね、今実際に閉じ込めを達成するっていうところはできましたので、この、すいません、ちょっともう一度戻ると、この実際にこの解析コード、シミュレーションコードっていうのが実際に今研究開発中で、そこが達成できれば、よりその原子力規制庁さんであったり国に対してのその安全性の実証っていうのができますので、より実際のこの原子炉での実証実験というのがつながると、近づく、そういうところではこのコードの開発っていうのが重要なのかなっていうのは私自身思っております。この数値解析のコードというのは閉じ込めるという現象をシミュレーションするコードでしょうか。そうですね、最終的にはこの科学工学的な視点から解析コードを作ってあげまして、そうですね、ある時間においてどれぐらいのトリチウムが投下してくるのかっていうのをシミュレーションするコードになっております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、磯川さんの発表をこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。それでは2人目の発表に移りたいと思います。競争学部4年、進藤真人さん。発表のタイトルはキャメロンコガネコバチを用いた畜産害虫差し歯への生物的防御法の確立です。九州大学競争学部4年生の進藤真人と申します。
3.5mm の鉢が食の未来を変えるというテーマでお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはこちらの写真をご覧ください。牛の体表面を写した写真なんですが、小さな黒い点がたくさん見えるのにお気づきでしょうか。この画角だけで108個もの点があるのがわかるかと思います。この点の正体は畜産害虫サシバエというハエなんです。このハエ、実は蜂などの家畜を吸血するという特徴を持っています。この吸血という行為が2つの重大な悪影響を及ぼします。1つ目は痛みによるストレスです。彼らの吸血には強烈な痛みが伴い、その痛みによるストレスは牛の乳量、肉量どちらも大幅に減少させます。推定の年間損失額は658億円にも上ると計算されています。2つ目は病気の媒介です。サシバエの吸血で媒介される牛伝染性リンパ腫という病気は近年右肩上がりに増え続け、2021年には4375頭もの牛が発症、そして全頭殺処分されるという問題が起きています。私はこの問題に対するソリューションとしてキャメロンコガネコバチという蜂を研究しています。この蜂、実はサシバエの天敵なんです。彼らの生態について説明していきます。まずこちらはハエのライフサイクルを図解したものです。キャメロンコガネコバチはハエのさなぎの中に寄生、ハエのさなぎの中に産卵、その中で成長していくという殺傷寄生を行う蜂なんです。実際の写真で見るとこんな感じです。つまり私の研究を一言で言うならば、蜂を使ってハエを退治するというシンプルなものになっています。では次にキャメロンの実用性について議論していきます。現在サシバエ対策として主に用いられているのは防虫ネット、粘着シート、殺虫剤の3つです。しかしこれらは防除効果、作業負担、環境負担の面でいくつかの問題を抱えています。一方でキャメロンを用いた、防除法では大量のキャメロンを牛舎に放置すると彼ら自身がさなぎを探索し、そして寄生してくれるという点で最適な防除法なのではないかというふうに考えています。トラクションです。実際に室内実験ですけれども、サシバエのさなぎに対して 95.8% の殺虫率を記録しました。さらに2020年からキャメロンの増殖を開始し、現在では毎月約16万匹を生産することに成功しています。室内だけではなく、全国17の農場に実際に調査に行き、サシバエのハセやキャメロンの所在について調査を行っています。事業化プランです。現在は技術開発をメインで行っていますが、2024年に会社を設立、26年に販売開始することを目標にしています。最後に私は食の未来を変えるというビジョンを持って研究していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは審査員の方からコメントや質疑などよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。ありがとうございました。一点、結構大事なポイントなんだろうなと思うんですけども、今回の食の未来を変えるためのこのキャメロンコガネコバチ、難しい名前ですね。そちらの方のに関して技術開発をしていくということを今やっているということでしたけど、はい、この内容に関して少し簡単にでもいいのでお話ししていただけませんか。いろいろあるんですけれども、例えば、生物防除剤として使うってなると、じゃあ、その場にどんな餌を置くのとか、その餌によって、卵の数ですね、一番重要な寄生で殺していくので卵の数がどうやって推移していくのかとかを、調べるとかですね、他にもいろいろ、あとは、最適な増殖法も検討して、結構飼育が難しい種なので、その飼育における餌条件、温度条件、水条件、いろいろ変化させて、そうですね、進めているという感じになります。はい、ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。いかがですか。すいません、じゃあ一つだけ質問させてください。販売を開始ということを書いてあるんですけれども、じゃあ実際じゃあこれをビジネスにしようと思ったときにこの、昆虫を
販売していくのか、それともそういったものをサービスのようにしていくのか、ちょっとどういう感じの社会実装って考えてあるのか、もしイメージがあって教えてください。社会実装のアイデアとしては、もうキャメロン自体を売っていくというようなものを考えています。ただそれにもいろいろ問題があって、例えば、輸送方法ですね、輸送方法をどうするのかであったりだとか、あとはそうですね、実際に現場に放って効果があるのかの検証もしなきゃいけないっていうような点は問題としてあるんですけど、そうですね、一つ、プランとしてあるのは、その幼虫期をさなぎの中で過ごすので、さなぎの状態で、農家さんだったりに送って、そこでもう羽化させてもらうみたいな感じの輸送方法だったりを考えているような段階ですね。まだ、そこまで明確ではないかもしれないですけど。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。株式会社を作るっていうふうに書いていただいてたと思うんですけど、会社を設立する方法じゃない形で解決するっていうのは模索されたのか、もしされてたらどう比較して会社を作って解決するっていうのを選ばれたのか教えてください。そうですね、例えば、この飼育方法キャメロンっていう種は、日本で派遣されたのが2年前で、いろんな農薬メーカーさんとかもまだ全然知らない状態なので、飼育法を1個確立するだけでもそれを知財としてというかライセンスとして、特許みたいな感じで売るっていう方法もあるんですけど、そうですね、明確な比較っていうのはまだはっきりとはできてないんですが、長期的な目で見ると、今飼育のノウハウとかもこっちに溜まってきている状態なので、どんどん生産させて売っていく方が結果として利益が高いのかな、そのライセンスを売るともうそれで終わってしまうので、飼育方法であったりとかですねっていうふうに考えています。はい、お願いします。じゃあもう一点、進藤さんがこのプレゼンテーションを聞いてるとすごいのめり込んでる、前向きに考えてるなっていうのは雰囲気で伝わってくるんですけれども、実際これをやっててどこの部分がやってて楽しいとか、何か皆さんに伝えたいというポイントはありますか？伝えたいポイントとしては、序盤に説明したんですけど、差し歯への被害というのがもうすごい勢いで上がっているっていうところで、今すぐにでも解決しなきゃいけないっていうところで、やっぱりそうですね、実際に牛舎なんかに行くんですけれども、正直見てられないというか、牛にたかられて寝るのも満足にできてないような牛たち見て、そういった主観的なものもあるし、その経済効果として、658億円、あれは損失額ですけど、そうやってでかいマーケットがあるっていうところにも、その2つの面で、結構熱意は入っていますね。これ確か沖縄とか九州で結構見てやりましたけど、それはやっぱり南の方がこういった差し歯というのは増えるんですか？そうですね、暖かいところで生息するので、夏に増えたりとかするんですけど、そのアクセスもありますけれども、九州大学からのですねもありますけれども、やっぱりその暖かい地域でどれぐらい増えているのかっていうのもしっかり調査しているという段階です。はい、ありがとうございます。それでは時間になりましたので、これで進藤さんの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは3人目の発表に、移りたいと思います。地球社会統合科学部修士1年、浅見浩志さん。研究テーマは NFT と昆虫で研究に新たな価値をということになっています。はい。ご紹介に預かりました地球社会統合科学部修士1年の浅見浩志と申します。まずはじめにですけど、皆さんに一つ質問させてください。お金が集まる研究とはっていきなり突拍子もない質問が来たなと思われる方も多いかもしれませんが、実はこの質問がその僕にとってこの研究を考えるきっかけとなった問いになってます。で、じゃあ実際お金が集まる研究とは何か。今現在主に重要視されている価値っていうのは実用性じゃないかなと思います。で、基礎研究よりも応用が重視されて、それはなぜかっ
簡単に言うと出資者が国や企業で、その国や企業のためになるものにお金が集まる、それは普通なことだと思います。でも実用性だけが正しいのか、本当に実用性だけでいいのかっていうのが、僕の疑問です。こういった価値がもっと上がってもいいんじゃないかなと思います。面白さです。単純な研究の面白さっていうものに価値が集まること、それが、そういう価値もあってもいいんじゃないかなと。じゃあその価値を上げるためにどうしたらいいか。一つ今までとは全く違う資金調達の形を作ることがいいんじゃないかなと。というのも例えばエンターテインメントとして野球ファンが野球を楽しむような形で研究を楽しむ、そしてその人たちが喜んでお金を払う、そんな仕組みを作ることがいいんじゃないかなと。じゃあ具体的に九州大学の昆虫でじゃあどういったことができるのか。実は九州大学には膨大な数の昆虫サンプルがあります。でそちらを精密写真や CT スキャン、それから生物画として保存します。これらの画像っていうのはとても研究として価値のあるものです。なのでオープンアクセスとして誰もが利用できる形にします。ただそれをオープンアクセスにするだけじゃなくて NFT 化して売ったら面白いんじゃないかなということです。具体的に NFT 化にするとどうなるかっていうと、購入者がいるとします。で NFT を買います。するとこの取引履歴っていうものを誰にも編集できません。つまりそれはその人にとってその NFT を持っている所有を証明できるものになります。言い換えればそれをパスポートとしていろんなものに使えます。このことによりして NFT 購入者が享受できる価値は3つあります。まずアートそのもの、それから最後に2つ目にコミュニティへの参加です。具体的には九州大学の昆虫の教育システムとかに子どもたちが入れるようなそんな仕組みです。で最後に資金の使い方への投票です。自分がお金を払ったものをどうやって使うのかを自分たちで決めます。これはつまりどういうことかというと、その人たちは面白いものに投票する。つまりそれは面白さが価値基準となった新しい形じゃないでしょうか。私は人々が面白いと思う研究に資金が集まる仕組みを昆虫と NFT を使って実現したいと思います。以上で発表終わります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは今のご発表につきまして質疑はいかがでしょうか。はい、僕知らないんですけど、九大が誇る昆虫標本ってどれぐらいあるんですか？アジアでは多分アジアの大学で一番持ってるというそのぐらい数があって、もう正直いっぱいあるんだけど活用しきれてないっていう現状が、一つその九大の昆虫界の問題になってます。じゃあ倉庫の中に眠ってる。はい、もう眠ってます。もうすごい重要な面白いとか綺麗なものとかも埋まってるんで、すごいそれは一つもったいないなっていう部分ですね。わかりました、ありがとうございます。いかがでしょうか。すみません、質問させてください。浅見さんが思っているのは昆虫っていうところと、あと NFT というとどっちの方に興味がありますか？僕は、昆虫の研究を別でっていうかしてるんですけど、すごいそもそも昆虫とか生き物すごい面白いなと思うんですけど、ただ一方でそういう全体的な仕組みみたいなところもすごい興味があって、で問題としてはそうですね、その仕組み、眠られているものが価値があるものなのに活用されてないことと、で面白いはずの研究のところにお金が集まってないところに関して NFT っていうものを知って、これ使ったらこれどっちもできるんじゃないかなっていうふうに思って、NFT っていうのは個人的には手段ではあるけど、自分の興味のある部分でもある感じですね。はい、なるほど。何か今お話を聞いてると、その NFT という手段を使って何か今後もいろんなことをやりながら何か模索されてくるんじゃないかなと思ってて、今なぜこういうことを聞いたかというと、自分の子供とかも絵を描いて NFT で登録してとかやってるんですけど、あんまり売れないんですよね。でも本当にイーサリアムのすごい 0.0000 なるんですけど、でも実際じゃあこれ昆虫やっても似たようなことが起きて、じゃあ誰が買うんだろうとか、そういうところが実際出てくると思うんですよね。で今 NFT の分野は1月と比べて 98% ぐらい市場の取引額が減ってるんですよね、この不況で。そういう中で本当にどういうふうにされていくのがいいのかっていうのをですね、結構考えると、ここら考えると面白くて、いやお金の通貨と同じようなものなので、いろんなやり方はあると思うんですけど、
なかなか課題は課題で結構ありますっていうのを含めて、はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。今昆虫にまつわる研究予算っていうのはいくら九州大学は総額で、受け取っていて、これをやるといくらになるっていうのを、理想として掲げていらっしゃるのかっていうのを教えてください。まず昆虫に対してお金がどれほどその具体的な数字は正直把握できてません。申し訳ないです。ただ風潮としては九州大学の昆虫、多分ここにいらっしゃるその人も昆虫のテーマ多いと思うんですけど、結構そうですね、調子が上がってきてるっていうか、そういう分野ではあるところかなとは思ってます。ただ、それを特に九州大学がその昆虫っていうものですごいこう引っ張っていこうとしてるならこそこれをして、今まで昆虫に関して研究できる人って、その大学に入った九大生だけなところをちょっと幅広げれるんじゃないかな。それってすごい面白いしっていうので、どんぐらいお金を集めたいかっていうところもあるんですけど、いろんな人が九州大学に入ってくれるっていうか、そこに今後入った人がいつか九大の昆虫学部っていうか昆虫に研究してくれる人になるみたいな、そういうお金もそうなんですけど、そういう仕組みも含めてっていう実現したい部分ではあるっていう感じですね。どんぐらいお金が必要かっていうのはまだ把握できてないところです。すみません。はい。ありがとうございます。はい、ちょっと短めに、博物館とかですね、たくさん先生たち科研費ご苦労しながらもなかなか取れない先生たちがたくさんいらっしゃるのを存じ上げて、やっぱりそこにこの研究とかそのもの自体、コンテンツ自体に価値を要はいろんなところに広く出していって、で例えば昆虫とかでも先ほどのプレゼンみたいに要は実用化に向けた昆虫もいれば、こういう歴史的価値があったりとか、そういうところもかなり幅広なのかなと。そこら辺 NFT の中でも場合分けとか少しは考えたりしてますか？単純にお金を稼ぐってことだけではなくて。場合分けっていうところまでは考えてはいないんですけど、主に自分が最初にこれを考えた時は特に実用性っていうか応用的な部分じゃなくて、本当に昆虫として文化として面白いようなところにもうちょっと価値が上がってもいいんじゃないかっていうところから始まったので、今の段階では主に文化としての価値に重視してみたいなっていうふうに思っております。はい、はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、はい、浅見さんの発表これで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、続きまして生物資源環境科学府修士1年坂本和馬さん、研究テーマは昆虫食をデザインする食用昆虫蚕の新規食肉としての社会実装です。はい、ただいまご紹介に預かりました生物資源環境科学修士1年の坂本と申します。ちょっと昆虫が続きますが、今度は食べる方なのでまた切り替えて聞いていただけたらと思います。じゃあそれでは皆さん想像してみてください。スーパーに行って食品棚にふと目を向けたときに、牛肉、豚肉、鶏肉、虫と並んでいる光景を、これが僕の研究を通じて実現したいビジョンです。ただなかなかこの光景が思い浮かばないという方も多いと思うので、もう少し具体化してみましょう。今先ほどお配り審査員の方々にお配りしたものが蚕を使った代替肉となっております。甲殻類のアレルギーがない方はぜひケチャップをつけたりするなどでお召し上がりください。こちらシルクミートと言いまして、蚕を 30%、 残りの 70% をお米で作った代替肉となっております。こちらのスライドに映しているハンバーガーのパテも同じお肉で作っております。研究を進めることでこの配合量というものを 30% から 50%、80% へと高めていくことを考えております。
お肉の味としては、カルパスのような香りが肉といりこを配合したようなブレンドしたような香りとなっております。ではなぜお肉という形で生産しなければならないのか。それは2025年から2030年にかけてタンパク質の需要量が供給量を上回ると試算されています。それだけでなくタンパク質は2050年には2005年比で約2倍、2020年の約 1.5 倍もの量が必要とされると推測されております。これに対して蚕はこちらの表にあるだけの優れた生産能力を誇っております。ただ生産能力が高いからといってお肉として人が受け入れるかどうかというところに疑問を抱きまして、成分分析を行いました。この成分分析で血糖値上昇を抑制したり糖尿病予防に効果があるとされる成分や、皆さん聞いたこともあるかと思いますが DHA といった認知症予防に効果のある成分、また人間が生きていく上で必要なんですが体内で生成することのできない必須脂肪酸というものを多く含んでいることが分かりました。しかしながらこれらの成分は、不適切な加熱をしてしまうと失われていき、それだけでなく臭みの元となる匂い成分が発生することも分かっております。これらに対して研究で適切な加熱乾燥方法が必要だと考えております。そこで私は研究で GC マスというものを用いた成分分析を定量的に行うことを、現在行っております。さまざまな条件で加熱乾燥させることで栄養分の損失や匂いの発生を最小限に抑え、食肉として食品としての高品質化を目指しております。今後皆様の食卓を昆虫たちが彩ることを願って発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質疑を、お願いします。はい、ありがとうございます。すごく面白い研究でした。蚕さなぎのその乾燥重量で比べてるのはちょっと意図的じゃないかなって思うんですけれども、はい、さなぎのあれですよね、もちろんシルクのその殻の部分とかも入れてないし、はい、その水分とかも考えないで計算するっていうのはちょっとこの研究をよりよく見せるために恣意的じゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。そこはちょっと考えるところでもあるんですけど、例えばここにじゃあ僕は実際に乾燥させた蚕のパウダーでお肉を作ろうと考えているんですけども、じゃあ利用もしない水分を含んだ量でここに450キロと書いてしまうと、それはそれで利用量としては虚偽になるのではないかなと思い、実際に使う乾燥重量ということで表記いたしました。これは乾燥しないでそのまま食べることもできますよね。はい、実際にできます。はい、ということを考えたときに、やはり例えば牛のジャーキーで比べたりするのと同じぐらいなんかちょっと意図的かなっていうふうにはい、感じました。それはそれとしてなぜ蚕なのかっていうところが、はい、すごく知りたいんですよね。蚕っていうのは桑の葉しか食べないですよね。はい、ということでものすごく制限される昆虫じゃないかなと、昆虫の中でもと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、今実際に自分の、家の方でいろいろ蚕を養殖をしているんですけれども、実際に桑以外にも大根の葉っぱや人参の葉っぱであったり、あとおからであったりを、食べたりするので、比較的どんどん蚕に与える桑の割合を減らすことができるというところで、解消をすることができるのかなと。あともう一つ考えているのが日本での場合なんですけれども、今耕作放棄地などが多くあるので、蚕を生産すればするほど桑の植樹が増えるので、より食べれば食べるほど地球もクリーンにじゃないですけれど、そういったイメージも打ち出せるのではないかと考えております。はい、ありがとうございます。すごく面白かったです。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。すいません、この蚕の初めて食べさせていただいたんですけどなるほどっていう味で確かにこれを流行らせるにはもうちょっと一工夫必要なんじゃないかなと思ってて、はい、特にこういう、このシャドウになってますけど、やっぱりこういうものを例えば女性が食べるってなった時に抵抗感ものすごいものがあると思うんですけど、はい、そういったものの抵抗感をなくすことで、はい、何かこういうふうな感じでやったりとか、こういう食べ物にしたらいいんじゃないかっていうなんかアイデアありますか。はい、こちら今ちょっとグラフを出させていただいたんですけれども、こちら実際にこの蚕のお肉を120人の20代から50代までの男性が70名、女性が50名、大体それで食べさせていただいた中で、初めはちょっとやっぱり見た目が
アウトなのかなと思っていたんですけども、見た目はさほど重要ではなく、やはり食べる経験でブレイクスルーするということが分かり、また今さっき女性と教えていただいたんですけれども、思っていたよりも男性より女性の方が栄養分であったりどういった効能があるかっていうところに非常に興味を持っていただけたので、今の研究を進めていくと、例えば一つのお家で家庭の食卓を現在多分女性が回している方が多いと思うんですが、その食材を決定する決定権がある女性がより選んでくれるようになるのではないかと考えております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。蚕をね、はい、単品でマーケットに出すよりも何かと混ぜてマーケティングさせた方がもっと昆虫肉がね広まるんじゃないかなと思うんですが、はい、その点どうお考えでしょうか。そうですね、現在お米と混ぜていて、他にも多分大豆タンパクなどと混ぜるっていう手ももちろんあるのかなとは思っております。ただパウダーで今回用いておりまして、さすがにパウダーだけでは一つの塊としてならないので、一つ増粘剤じゃないですけれどもお米を今回用いております。そしてお米がライスジュレといってお米をゲル状にしたものを、今回用いているんですが、結構ライスジュレというものが面白くてですね、水の添加量によって硬さを大きく自在にコントロールすることができるという特性がありますので、現在はそちらで行っているという所存です。作り方は分かったんだけど、はい、混ぜてマーケットに出した方がいいんじゃないのっていう質問なんですよ。すいません。単品で蚕っていうと物々しいから抵抗感があるけど、はい、っていう話と、それはどう思いますか。もちろん今後見てやっていこうかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは時間になりましたので、坂本さんの発表をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは、この部分最後の、発表です。医学系学部修士1年吉富佐藤さんです。研究テーマはセマフォリンセマをターゲットとした新規痛み治療薬の開発です。それでは私、吉富からの発表を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、これは何の数字だと思いますか？答えは、痛みに苦しんでいる人の数です。ここでの痛みとは、私たちの感覚や運動を司っている神経、それ自体が何らかの原因で傷つくことによって生じる痛みです。この痛みを持つ患者さんは、正座をした後のしびれるような痛みがずっと続きます。そのような患者さんは日本だけでなんと600万人。実はこの痛みの多くは原因が分かっていないため、根本的な治療法がなく、患者さんは何十年も同じ痛みに悩まされます。しかし私たちは、この痛みの原因となる可能性があるタンパク質を発見しました。それがセマ X です。痛み患者さんの血液中ではセマ X が増加していて、傷ついた痛覚神経細胞の周りでもセマ X の発現は増加していました。ここで痛覚神経細胞の特徴を見ていきましょう。本来痛覚神経細胞にはトカゲの尻尾のように自然に再生する力が備わっています。本来はこのように神経突起が伸びますが、セマ X を加えると自然な神経再生が邪魔されていて、これが長引く痛みの原因ではないかと考えられました。しかしここにセマ X の働きを阻害する阻害剤を一緒に加えると、再び自然な神経再生ができるようになりました。それならばこの阻害剤が治療薬として使えるのではないか、そう考えました。痛みのモデルマウスでも痛覚神経細胞の周りでセマ X の発現が増加することをすでに確認しています。そこで今後はセマ X 阻害剤を投与したマウスで神経再生が起き、
痛みが緩和するかどうかを調べる予定です。本治療薬の強みは根本的な治療であり、副作用が軽いこと。従来は一時的に神経伝達物質を抑えることで鎮痛効果をもたらす対症療法だったため、しばしば脳の機能も抑制され、3割の患者さんで眠気やふらつきなどの副作用が出てしまいます。しかし本治療薬は傷ついた神経の再生を促進し、鎮痛効果と神経機能回復を実現する根本的な治療です。その結果、眠気やふらつきなども起きにくいというメリットがあります。現在、長引く痛みに苦しむ患者さんは日本だけで600万人。私たちはセマ X をターゲットとした薬で多くの患者さんを長引く痛みから解放し、快適な生活を提供します。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは審査員の皆さんから、はい、お願いいたします。2つお伺いしたいんですけど、はい、1つが、私たちはセマ X を発見されたというふうにおっしゃったんですけど、どのようにして発見されたかっていうのをちょっと教えていただきたかったのと、はい、もう1つが、これってなんか根本的な日本人だからというものなのか、そうじゃないのか、600万人っていうのが掲げられているのに、なんか人種の日本人特有のなんかものなのかっていうのが関係しているのかどうかっていうのを教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。先に2つ目の質問の方から、答えさせていただきたいと思います。ですね、人種による違いは、もしかしたらあるのかもしれないんですけど、600万人というのは日本人だけの患者さんで、世界ではですね、15億人患者さんがいらっしゃいます。なので、世界人口が75億人くらいいらっしゃるとすると、その5分の1が痛みの患者さんということになります。で、1つ目の質問で、ございました。なぜセマ X を発見されたかということなんですけれども、こちらはですね、痛みの患者さんが神経が傷ついているということで、その神経の伸び縮みに関わる因子が関わっているのではないかということで、その伸び縮みに関わるセマホリンというタンパク質のグループがあるんですね。その中のそのセマホリンのグループの中の何かが、増加していたりするんじゃないかというところで、濃度、血液中の濃度を測定してみたら、セマ X だけが増加していたということになります。はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。質問はいかがですか。じゃすいません。私も再生医療に携わってるんで、こういうの興味があるんですけれども、実際このセマ X っていうもの自体は、その痛みが起きたことによって出てくる、なんていうんですかね、例えば認知症とかだったら、ベータアミロイドとか、なんかそういったゴミみたいなものが出てきたときにそれが悪さをしているのか、それともこういうのがあるとこれで痛みの神経細胞がダメージを受けている、それはどんな感じなんですか。その原因なのか結果出てくるものなのかっていうのはちょっと今質問したかったんですけど。はい、ご質問ありがとうございます。そちらはですね、これからちょうど調査していくことになっておりまして、セマ X 阻害剤ですね、これを投与したマウスで神経再生が起きれば、セマ X を阻害することによって痛みが緩和するということなので、セマ X 自体が悪さをしているということになります。しかしこれで逆に痛みが悪化するということでしたら、セマ X が、痛みが生じることによってセマ X が出てきてくれて、痛みに保護的に働いてくれるということになりますので、こちらの実験で確認しようと思っていて、これから調査する予定です。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。じゃあせっかくなんでもう一つ、なかなか医学系のプレゼンテーションだとそこのブースから外れてすることってもう逆に言うとご法度に近いような感じなんですけど、最初歩かれてやる時だいぶいろいろ考えたんだろうなと思いながらちょっと聞いてて、実際今日プレゼンされる時どういうことをイメージされてやられました。キューレックとかでトレーニングを受けてるっていうのを聞いてるんですけど。そうですね、キューレックからの講義を受けさせていただいた時は
ムービングアラウンド、動いていいよということでお伺いして、で私の発表の場合はこうちょっと冷静な、ちょっとクールめな感じで発表した方がいいのかなと考えたんですけれども、ちょっと質問を投げかけるときに審査員の顔をお一人お一人を見る感じで歩き回ってもいいのかなという感じで、そこで取り入れてみました。ありがとうございます。本番でもそういうことをやっていただいたら皆さん見ると思うのでぜひやってみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。もうちょっとありますかね。じゃあ最後にちょっとだけ、おそらくこの痛みの緩和ってこう日本中でたくさんの大学でこういうテーマでやられている研究者がいるんではないかと思うんですが、その中で特にこれがその先んじているというところを一つこうアピールしていただけますか。そうですね、本学、日本中でももちろんされてますし、旧大でも、痛みの研究は進んでいるんですが、こちらの研究の何が、いいのかと申しますと、まず人って人の病理から人の方から入っているということですね。他の研究ですとマウスでまず、痛みが起きるとこういう物質が増えているですとか、そういうところからスタートされているんですけれども、こちらの研究はまず人で確認しているんですね。人でこのような現象が起きているということを確認しているので、薬を、作った時に人にフィードバックさせやすいという利点があると思います。で、他にはですね、このセマ X という物質は動脈硬化の進行に関わっているという報告がありまして、なのでこのセマ X の阻害剤を投与することによってもちろん痛みも緩和すると思うんですが、動脈硬化の進行の抑制にもなるのではないかと考えております。はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、これで吉富さんの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。それではこれで第1部の予定したピッチがすべて終了いたしました。これから休憩に入りたいと思います。休憩2時55分までということにしたいと思います。第2部が2時55分からのスタートとなります。第2部のピッチが始まるまでですね、それまでごゆっくりくつろぎください。で、あとですね、おトイレなどで部屋を離れる際はですね、同時通訳の機器があると思うんですが、レシーバーは机の上に置いたままにしていかれてください。お願いしますですね。はい、それではこれから休憩となります。皆さんお疲れ様でした。第1部。はい、それでは時間になりましたので、第2部の博士課程の部門のピッチを開始いたします。1人目、生物資源環境科学部博士課程2年、ララス・プトリ・ウィガチさんです。研究テーマは Development of Value Added Biscuit Produced from Edible Waste です。それではララスさん、よろしくお願いします。Thank you very much. Good afternoon, I'm Laras. And what do you think about this picture? どうですか、この写真です。でも、もったいないですね。All of them are food waste, and then this is a big problem in this world. Most of the countries have problem for the food waste. And that is why FAO, or Food and Agriculture Organization, also UN or United Nations, have program to reduce food waste. And about 45% of the food waste from in the world, only for the fruit and vegetables. And when does the food become waste? First, because the quantity lost. It's like the weight, also the volume increases. Then the second one, because the quality changes, unwanted change, such as unwanted color change, texture,
and other quality parameters. And actually, not only for the food product to become waste, but all the source that we use to grow the food, such as agricultural land, water that we use to irrigation sometimes, then also it can be to increase the pollution. And one of the technology that we can use is 3D food printing. This technology is using by recycling food waste to become new product. Actually for the food product. And this time we use for the application of the food waste. And it's from banana that unsold in the supermarket. Then we transform it to new product. In this case, it's biscuit. And the first, we decide which one is still edible. Then we decide, then we slicing into the sizes. Then we drying to become banana chips. This banana turning out to banana flour. And the banana flour, we mixing with the other ingredients and the other formulation of ours. Then we start to 3D printing. This 3D printing, we use the various of the nozzle size, printing process, also then other evaluation. Okay, thank you very much. はい、ありがとうございます。それでは質疑をお願いいたします。いかがでしょうか。いかがですかね。同日訳あって日本語で大丈夫ですか。じゃあ日本語の方でさせていただきます。もったいないっていうこともおっしゃってたんですけど、実際どういった社会課題を解決できると一番いいなと思っておりますか。いや、なぜこういうことを聞いたかというと、最初はフードロスの話はあって、途中から 3D フットプリンティングがあって、途中から 3D にするとなかなかまたそこでエネルギーとかいろんなものを使っていくよなっていうのがあって、じゃあ本当にどういった課題に向き合いたいっていうのがあると、なんか教えていただけると助かります。Yes, actually this technology is still unfamiliar in the food industry. So we not too really, not too much previous research than work in this research. And then we also, how can I say, it's like the energies mean the machine that we will use later. Then of course with the resource such as to find the materials, then also to define which the best final product later. すみません。例えばバナナもドライフルーツのような感じにする。それはそれでもっとなんていうか簡単にできるじゃないですか。でもテクノロジーをあえて使うっていうのがちょっとまだ僕の中でちょっと整理ができてなくてですね。Of course, it's only for the technology is better. I mean, for me and some of our college, of course, to use many variants of technology to decide with the best final product. Then, of course, we will not know if we will not try. Then we will find which ones to compare with the conventional way or the technology ways. はい。他はいかがでしょうか。ご質問。じゃあ、はい。Thank you very much for your presentation. So I think your proposal methodology
is so still existed, I think. What is your innovative point? First, we of course using the various like nozzle size, then the printing speed printing process, also the printing motor speed. So the variance of the 3 different parameter, then we will. I think it's one of like the novelty or the different with the orders. I mean the 3 for each parameter we use 3 different kind. So for your main research point is the development of the 3D printing machine. Is it right? The technology also for the final product later. Okay, thank you very much. Thank you very much. はい。他はいかがでしょうか。もう1問ぐらいいけると思います。じゃあ、私から、I think this 3D food printing can be applied for not only wasting but also usual materials. Is Yes. it Yes, correct? that's correct. Then why you intentionally want to apply 3D printing for wasting food? Yes, actually we work on the how to reduce the loss and the waste. So previously we use some method that prevent the loss. So this one, if because we cannot avoid, maybe sometime it become waste, then we will find the way how to recycle the food waste. Okay. Thank you very much. Thank you very much. はい、ありがとうございました。はい。それでは次の発表に移ります。システム生命科学部一貫性博士課程3年山下圭介さん。研究テーマはカブトガニが人類を細菌汚染から救う世界一の細菌検出薬開発を目指してです。皆さんはカブトガニを見たことがありますか？これがカブトガニの写真です。カブトガニは近年の地球温暖化などの影響を受け絶滅が危惧されている生き物の一つです。しかしカブトガニの絶滅は私たち人間が生活をしていく上で危機的な問題になります。カブトガニは安全な医療行為に必要不可欠だからです。左の写真を見てください。カブトガニの体液はごく微量の細菌に触れると一瞬にして固まる性質があります。細菌は人の血管に入ってしまうと重篤なショック症状を引き起こし緊急性の高い治療が必要になります。そこでカブトガニの体液はワクチンなどの医薬品や医療器具への細菌混入検査に応用されています。この検査は日本を含めたさまざまな国の法律によって義務付けられています。しかし近年はカブトガニの生息数が減少していることからカブトガニに依存しない方法の開発が求められてきました。そこで私たちはカブトガニの体液が細菌に触れて固まるために必要な分子3つを人の培養細胞を用いることによって合成し反応を再現することに成功しました。またそのうち1つの分子については機能を高める改造にも成功し、これらの成果を世界に先駆けて論文報告するとともに国内外の学会で高く評価されてきました。今後はこの合成できた分子をもとにより高感度の細菌検出薬開発につながる研究を製薬企業と共同で行いたいのですが、ここで一つ大きな問題が生じます。それはカブトガニを研究対象にした研究者は世界中探してもほとんどいないということです。そこで私たち独自の着想に基づくユニークな研究計画が必要です。今回は2つ紹介します。一つは合成できた分子以外に注目をすることです。カブトガニの体液は高い濃度のカルシウムイオンやマグネシウムイオンを含みます。これらのイオンを合成した分子による反応に加えたところ、細菌に対する反応性が向上したことから細菌検出薬に応用する方法を模索しています。もう一つは人工知能 AI との連携です。近年は AI が分子の形を非常に高精度に予測できるようになりました。
この情報をもとに新たに分子の機能を高める改造を計画しています。高性能な細菌検出薬の開発は世界中の医療現場で望まれています。私はカブトガニに頼らない世界で一番迅速で、高感度で迅速な細菌検出薬開発を進めることで世界中の医療にイノベーションを起こす研究を目指しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質疑いかがでしょうか。コメントなど。面白い発表ありがとうございます。カブトガニを使わなくていいように分子を合成したってことなんですかね。そうです。それで、カブトガニを研究対象にした研究者がほとんどいないっていうところのちょっとつながりがよく分からなかったので説明していただけますか。はい、今回、作っている分子というのは、すべて、カブトガニが持っている、分子になります。戻ってしまった。すべてカブトガニが持っている分子になるんですけれども、それを、同じ分子なんですけれども、作っているものがカブトガニではなくて人の培養細胞であるということになります。すみません、ちょっともう一回質問お願いします。カブトガニを使わなくてできることを開発されたってことなんですけれども、じゃあなんでこのカブトガニを研究対象にした研究者がほとんどいないというところが問題なのかということですね。そうですね。一つはもうこれ分野でいうと生命科学分野という分野になるんですけど、この分野の研究者のほとんどは人やマウスを対象にしています。哺乳類を対象にした研究者というのが非常に多くて、そこでデータの蓄積というのが含まれていくわけなんですけど、私たちのような昆虫もそうなんですけど、こういう昆虫だったりとか魚類とかの研究者っていうのはもともと研究者人口というのは非常に少ないで、その中でもカブトガニというのはもうはっきり申し上げるともう旧大の私たちしかやっていないという形になります。でそこに、人やマウスでこのような生命科学の研究者が、研究している知見を私たちの方に持ち込んで、独自に展開できないのかというのが研究のストラテジーになります。はい、ありがとうございます。よくわかりました。はい、他はいかがでしょうか。すいません、一つ質問なんです。質問というかコメントというかそういうところなんですけど、この前自分が見た映画でさかなクンの映画があってたんですけど、彼は中学校の時に確か人工孵化を初めてさしたカブトガニの人工孵化を初めてさしたっていうことで、なんか新聞かなんか載ったんですよね。そういう人たちが増えてくれると山下さんは嬉しいという感じですか。それとももっと今医学に使われているような、例えば魚類であるとかそういったものが何かそういったところから薬が出ていくっていうところに主眼を置いてある、どういうところに今お気持ちは強いですか。そうですね、さかなクンに関しては本当にカブトガニを育てるというか、いわゆる動物の飼育的な観点でそういうところに興味を持ってやられたんだと思うんですけども、私はもう分子の機能ですね。これ分子理科の科目でいうと、物理とか科学に近いところの話になります。ですので、私の希望としてはやはりそういう分子の機能なんですよね。カブトガニというよりはタンパク質という分子になるわけなんですけども、そこに対する構造とか機能とかの情報、もちろんこれは人とかマウスの、データというのが比較的もう圧倒的に集まるわけですけれども、そういうデータが集まってくると、これは人とかマウスは持たない分子ですけれども、ファミリーといって親戚のような分子になります。ですのでもちろんそういう哺乳類の研究が進むことによってそれにくっつく、追い越さないと本当はいけないんですけれども、そういう、研究というのが今後は私が希望しているところになります。はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。はい、僕詳しくないんで聞きたいんですけど、この細菌検出薬っていうのはカブトガニ以外を使った細菌検出薬っていうのは世の中にどれぐらいあるんでしょうか。
ないと思います。ないんですか。はい、唯一今、可能であるのがカブトガニで、認可されているのもカブトガニだけです。なんかいろんな細菌検出薬というと細菌の種類によって検出薬が違うのかなと思ったけど、そういうわけではないんですね。そうですね、細菌のグループがあって、そのこれはすみません、もし医学系の方がいたら、これグラム陰性菌というような細菌を検出するグループのやつになります。それってどんな細菌なんですか。グラム陰性菌は細菌の種類、どういう病気になっていくのかというところにもよるんですけど、サルモネラとか、もう基本的にグラム陰性菌というのはもう細胞膜が危険で、人の、免疫が過剰に反応して、自分の免疫が過剰になって死んじゃう重篤なショック症状、敗血症って言うんですけど、そういうのを起こす細菌になります。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは山下さんの発表を終わりたいと思います。それでは次の発表に移ります。人間環境学部博士課程1年北島千咲さん、研究テーマは生物模倣の建築設計への応用です。じゃあ発表させていただきます。人間環境学部の北島と申します。よろしくお願いします。僕の研究のキーワードとしては、建築、展開構造、生物模倣、幾何学というものになります。展開構造とはどういったものなのかというと、名前の通り開いたり閉じたりするような動く機構のことなんですけれども、医療だったり宇宙だったりさまざまな分野や大きさで活用されています。身近なものでは傘なども展開構造の一種になります。僕はその中でも建築分野における展開構造の研究を行っています。スライドのような折り紙をモデルにしたものや、この模型のように動かすと曲面形状を形成するような研究を行ってきました。こういったものの、こういったもののメリットとしては、運搬や建設がしやすいといったメリットがあるんですけども、接合部分であったり展開性能っていうのはそこがトレードオフの関係になっていて、その設計をどうするかっていうのが課題になります。そこで生物の特質からこれを工学的な応用ができないかというふうに考えました。こちらの動画はハサミムシという虫になるんですけども、昆虫の中でも最もコンパクトに羽を折りたたむことができると言われています。その上に、羽を1秒間に何百回も羽ばたくような強度も兼ね備えているというような可能性も秘めています。具体的な生物でどういった研究をしているのかというのはちょっと公開できないんですけども、僕が通っている研究室の中で、こういった観察した生物については SNS でも公開していますので、もしよろしければお願いします。苦手な方とか申し訳ありません。でも身近な生物などは実際に見てみるといろいろな発見があるので、とても興味深いものになります。そうですね。で、建築分野における生物模倣の例としては、テントウムシの羽を用いた、展開構造であったり、水雲と呼ばれる特殊な水の中に巣を作る雲の、糸の張り方を用いた、建築の考え方であったりとかを、注目されています。こういったものは少ない材料で無駄なく構造的にも強度があるものを作るものを目的としていますので、 SDGs の貢献などにも活躍しています。先日台風などでも日本とか災害が多いとよく言われますが、被災地とかでの避難所の空間の確保だったりプライバシーの確保にこういった展開構造は役立つのではないかといったものであったり、例えば、最近でいうと社会へのニーズでいうと多拠点居住であったりとかノマドワーカーとか、あとアドレスホッパーとか言葉をたまに耳にしますが、なんか持ち運びできて自分の住みたいところで家を展開できるようなことももしかしたら将来的に実現できるのではないかというふうにも考えています。これはスティーブ・ジョブズの言葉なんですけども、生物学とテクノロジーの交わる場所に21世紀の革新が生まれるかもしれないというふうに言っていて、僕の研究は発展段階なんですけども、これからどんどん進めていきたいと思っています。ぜひ応援お願いします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、はい、お願いし
ありがとうございました。非常に分かりやすくてどういう分野でやられてるかっていうのがよく自分の生活とつながって感じられました。でその上で北島さん自身がどういった情熱を持ってどういうことをやろうとしているかっていうところをもうちょっと教えていただきたいなと思いました。はい、実用例だったりとかどういった生物とかの話ばっかりになってしまったんですけど、僕が一番興味あるものとしては建築でどういう空間が作れるのかっていうところが一番興味があって、僕はものづくりがとても好きなので生物のなんか微細な構造からこれがもしかしたら建築になるとこういう空間になるかもしれないとか、そういったところが一番僕の興味分野になります。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。ちなみにさっきこの左下の模型を持ったこれは何の生物がこういう構造されて僕今博士課程1年なんですけども、これは修士までの研究で今までは普通に幾何学的な設計であったりとかをモデルとしてたんですけども、これだと接合部分の問題とかが解決できないということで、何か生物の模倣から何か発展できるんじゃないかというふうに考えたのが今回の発表になります。なのでこちらは生物の模倣というわけではないですね。すみません、ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。はい、お願いします。ありがとうございました。非常に面白いお話を聞かせていただきました。一点お尋ねしたいんですけども、生物のかなり構造みたいなものを理解するっていうところから、空間設計とかに生かしていくっていうところまでかなりプロセスがあると思うんですけども、そこに関わってご自身としてどこからどこまであたりをやっていこうとされてるっていうふうに理解したらよろしいでしょうか。はい、今こういった建築分野で生物模倣っていうのを日本でやってる人っていうのはあんまりいなくて、今は手探りで生物をとにかく観察して、こういったものがもしかして建築に使えるかもしれないというのも全部ですね。でそこから幾何学的な性質であったり構造的に今日どういったシミュレーションをしたらこういうのが分かるのかというのを模索していきながら実際に立てるところまでできたらいいなっていうのが僕の今の研究の計画になっています。はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。じゃあ私からいいでしょうか。はい、お願いします。建築は一品生産が多いと思うんですが、自動車みたいなマスプロダクションと違ってですね、で、こうしたアイディアを最終的にはなんか一つのプロトタイプを世に出してたくさんの人がそれを使える形にしたいのか、それとも自分のオリジナルのアートとして出したいのかっていうのは、そこら辺は何か展望はありますか、希望というか。そうですね、なんかどっちかっていう絞った考えは特にないんですけども、こういったものはもう完全に一品生産品としてどういう空間が作れるのかっていうのを目指したものになりますが、先ほどこちらで示したみたいに被災地であったりとかもうできるだけ大量に生産して、簡単に作れるようなものであった方がいい場合はそういったシステムを応用してっていうふうになりますね。なので、どちらかという絞ったわけでは僕の中ではないです。両方ということです。そうですね。はい。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。あともう一人くらいいけそうですけれども。はい。はい、お願いします。避難所の写真が出てるんで、聞きたいんです。ここのような段ボールベッドに対してあなたの今のアイデアで昆虫のどういったものを役に立てればこの避難ベッドとかに役に立てると考えますか。そうですね、昆虫そのものが、こういったものに役に立つというよりは昆虫のその羽のできるだけ小さくコンパクトに折りたたむことでたくさんいっぺんにその被災地まで運ぶことができるようなシステムが応用できるんじゃないかっていうふうに考えています。なのでその生物の形自体がこの空間をどういうふうに仕切るかっていうところというよりは運搬であったりとか組み立てが簡単であったりとかそういったところが応用可能性があるんじゃないかというふうに考えています。運搬の観点ですね。そうですね。だけども今避難所にはこういうのいっぱい置いてあるからその運搬よりも組み立てがしやすいとか、即効性を頼みした方がぜひいいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。それでは大体時間になりましたので、はい。これにて、北島さんの、発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の発表に移ります。芸術工学部博士課程2年、ジョラム・
Tia Kunze-san. Automatic 3D reconstruction of buildings using point cloud and graph neural network です。皆さんこんにちは。My name is Joram. I'm from this country, Tanzania. Now we live in this country. And these are some of the countries that I want to visit. As we can see here, the common story that everywhere happens is demolition. It's like a disease. It happens and it spreads everywhere. Now, demolition and construction of new buildings have significant, huge negative impacts to the environment. It is the #1 cause of pollution. It contributes to at least half of climatic changes. Now, despite all these harmful effects of demolitions, we can ask ourselves, why do we keep on destroying buildings while we can reuse it? Now, some of the reasons are, in order to reuse buildings, you need to do renovations, but renovations need many details. You have to take a lot of pictures, you have to do a lot of measurements, sketching, drawings. This takes a lot of time and resources. Normally it takes months and months of doing this. Now I can tell you that I have a solution to all of this. This solution is highly effective, and you only need few days to obtain all the details that you need for renovations. So this is about my research. It is about automatic creating digital models of buildings that we want to reuse using a point cloud. Now you can obtain point cloud either by laser scanning or taking pictures of the building. But the problem here is that point cloud is just a group of points with no meaningful information. And in this research, we give meaning to these points using some statistical and deep learning techniques, so we can form a digital model of buildings with similar details as that of the physical building. So from the point cloud that we create, we can detect geometric shapes. These shapes can be planars or can be cylinders. Previous research have tried to arrange these shapes together to form 3D models, but they did this manually, which takes time and it is less accurate. In our research, we are introducing an automatic method of arranging these shapes together to form 3D models, so we can be able to identify every element that we want. Now, with automatic creation of 3D models, we can study easily, we can analyze easily these buildings, so we can reuse them instead of destroying them. So we can save a lot of carbon dioxide and pollutions. This research also supports 5 sustainable development goals related to cleaning water, provision of sustainable cities, and clean environment. We have made good progress with our research. Now we're working with 2 large buildings. This research has good methods and good algorithms that we can apply even in other areas of research, such as tunnels, bridges, and others. Minasan, I believe with your support, this research can be able to reuse the past, recycle the present, and save the future. どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは質問いかがでしょうか。じゃあ私からいいでしょうか。I think there are already some similar network service in the website. I think the Matterport or something used for the real estate or construction industry. Then what is the difference between your technology and existing similar other techniques? Thank you. That is an interesting there are 2 kinds of software, or I can say programs that are there are 2 kinds of programs or softwares that are already in the markets, which are trying to reconstruct buildings in 3D models. But the problem is, for example, the Matterport that we've just mentioned, it only gives the 2D images, but they stitch these 2D images to form a thing like a 3D model. It's like when I come to this room, I see this wall, but they do not give any representation of measurements or dimensions. For example, in my method, if we come to see here,
the building right here, this one gives volumetric representation of the elements that you want. If it is a door, you can measure by meters, a door which is 2 meters high and 0.9 meters wide. So Matterport cannot give the dimensions. It only gives the visualization of what you would like to experience in a picture format. But Point Cloud, the good thing about Point Cloud is more accurate, even better than Matterport. And also it gives the volumetric identity of these elements that we want to reconstruct or to study more. If I can mention also about the previous research regarding the reconstruction of 3D models by other researchers. They did this manually. We detect the shapes here, but arranging these shapes to form a 3D model like this, they did it by looking by eyes. So they pick one shape by another, and then they form the model. But by using the deep learning technique, which it only takes 1.5 hours to train the model, and then on you can detect and group these shapes together to form a 3D model. Thank you very much. Hi. What is the biggest challenge so far to invent this product? Thank you. That's an interesting question as well. The biggest challenge is that in order to do this, first of all, you need to do scanning. There's something known as scanning, this one. For example, if I need to produce a point cloud of this building or of this room, I need to come with a scanner or I need to come with a camera. If I want to take a surface of this floor, I need to take a picture from the top. And then there will be a table here and tables everywhere, which will occlude or will give like a kind of occlusion that cannot, it hides away the element that I want to reconstruct. So that is the biggest problem, is that I need to get behind the noises or the things that can occlude my visibility to the element of my interest. That is one challenge. Another challenge is that every building is different. So if I need to train my model that it can be able to reconstruct every building, that is very difficult. Because especially in Japan, we have reinforced concrete buildings. Also, we have timber buildings, we have steel buildings. More to that, we have different buildings with different floors, different dimensions, different profiles. So that is a challenge. Noises and reconstruction based on the changes of buildings. ありがとうございます。それではちょっと時間になりましたのでありがとうございます。はい。はい。ではジョラムさんの発表終わりまして、続きましてシステム生命科学部一貫性博士課程3年工藤美希子さんの発表です。研究テーマはアキリンは胎児の脳を細菌感染から守るバリアとして働くです。よろしくお願いします。システム生命科学部所属工藤美希子です。まずこちらは夏に家族で写真に行った時の私と姉の写真です。顔出し NG と言われたんですが、実はすごい仲がいいんですけど、このような妊婦さんがこのご時世どのようなことに気を配って生活していると思いますか？私は身近で姉の生活を見てきたので、一番はやはりこの時期感染症だと思います。お腹の中にいる赤ちゃんの脳は絶えず神経幹細胞が自己複製増殖し、神経細胞を生み出し脳を形作っていく非常に重要な時期です。ではこの時期に細菌やウイルスに感染してしまうと、この脳の中では一体何が起こってしまうでしょうか。ここでジカウイルスの例を挙げたいと思います。このジカウイルスが大流行した際に妊娠しているお母さんが妊娠しているお母さんがウイルスに感染してしまうと脳の形成異常が起こり、小頭症を持った赤ちゃんが生まれてくるということが分かりました。しかしこのように妊娠しているお母さんが感染を受け、胎児の赤ちゃん脳の形成を守る特効薬は今のところありません。
よってウイルスに感染しないしか手段がありません。そこで私たちが世界で唯一研究しているアキリンについて紹介します。アキリンの面白いポイントは、普段は A パート B パートから存在しているのですが、ウイルス感染などの刺激を受け取ると切断されます。切断し有利した A パートは直接細菌に結合して細菌の増殖を抑える働きがあることが分かりました。また有利した B パートは炎症反応を刺激して免疫反応を刺激して炎症を抑える作用があるということが分かりました。また面白いことにアキリンはこの青く光っているところがアキリンの発現を示しているのですが、この脳の中でも非常に限定的な場所でしか発現していないことが分かりました。こちらを拡大しますと、ここに神経幹細胞が存在しており、アキリンは神経幹細胞の増殖を細菌感染からバリアして守り、さらに脳の形成、正常な形成を促している働きがあるということが分かりました。新型コロナウイルスは未だ収束のめどが立たず、さらには新たな感染症の蔓延が示唆されています。私たちはこれからの未来、このような感染症と共存していかなければなりません。しかし妊婦さんはいつまでもこのような感染症と感染症に怯えてストレスの大きな妊娠生活を送っていかないといけないのでしょうか。そこで私はアキリンのこの特性を生かした特効薬を作り、安心して出産できる未来を作りたいと考え、現在研究しています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではコメントや質問などいかがでしょうか。はい、昨日少し予習をしてきてその時アキリンを検索してもなかなか何にも出てこないんで、アキリンそのものっていうところのちょっと説明をしていただけますか。ありがとうございます。世界で唯一私たちが研究しているって言いますのも、本研究室の太田が鶏初期胚のから単に命名して派遣した遺伝子でして、本当に世界で唯一私たちしか研究していないんですけど、2004年から研究は進めてまして、これまでに目と脊髄と脳での機能については報告しています。しかし、まだ表面的な解析しかできていなくって、今現在私がもっと詳細な分子機能の解析を行っています。脳の解析ではもうアキリンを私たち生命科学の分野では遺伝子をノックアウトしたモデルマウスを作成するのが結構メインなんですけど、ノックアウトしてしまうと目でも脊髄でも脳でも形成異常が起こるということが分かっていまして、現在なぜ形成異常が起こるのかについて研究しています。はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。じゃあ私から、2004年にっていうふうにさっき言われたんで、はい、かなり多分息が長い、はい、ものだと思うんですけれども、これが実際の医療に使えるようになるまでの道のりっていうのはどのぐらいだというふうにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。まだこの機能が分かったのも本当に最近のことでして、まだ本当に基礎研究の段階ではあるとは思うんですけど、今私が調べている段階でアキリンは人でも発現していますし、さらに普段は血液中を循環しているということが考えられています。なのでまだマウスの段階でまずそのような検証実験を行って積み重ねてからの人への応用となるので、長い道のりはかかるとは思うんですけど、そうですね、結構可能性がとても秘めている分子ではないかと思っています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。アキリンの、はい、研究がこの象徴的に妊婦さんと子供で表現されてたのか、研究されたいのはそこをなくすっていうところでやられたいのかっていうのが、どちらか教えていただければ。ありがとうございます。
そのアキリンの研究を通して最終的にはその社会に貢献していきたいと思っているんですけど、まずはその社会に貢献するにあたってもどのようなメカニズムで作用しているのか必ず必要な証拠になってくると思うので、まずはこの妊婦さんの赤ちゃんの中でどのように働いているのかですね。というのもアキリンは、脳では胎児期にとても強く発現していて、その後脳の形成が終わると発現も消失してしまうということが分かっているので、私はそこがすごい面白いポイントだなと思って研究を進めています。はい、ありがとうございます。他には、はい。今のお話で最初しかないっていうので、でもこういう細菌防ぐ効果があるってことは、出なくなった後に投与するという発想でいいんでしょうか。はい、ありがとうございます。過剰投与で細菌を抑えることも可能と思っています。実際にこの実験はもうタンパク質を合成したものが効くので、細菌を抑える効果が分かっているので、実際それを投与することで同様の効果が得られるということも分かっていますし、アキリンは脳では実際に発現消失してしまうんですけど、大人になってから脳に損傷を与えるとアキリンの発現が誘導されるということも分かったので、炎症に反応して発現が、誘導されているのではないかと考えております。なので、過剰投与と誘発どちらも可能性はあるかなとは思っています。なるほど。その投与するっていう時は経口の薬なのか注射なのかどういったスタイルを考えてらっしゃいますか。ありがとうございます。まだ本当に具体的なことはもっと詰めていかなければいけないとは思うんですけど、普段は血液中を循環しているものと考えているので、血液中に投与すれば炎症が起こっている部分にアキリンを運ばれて機能してくれるのではないかと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、これで工藤さんの発表を終わりたいと思います。それでは、最後の発表者になります。工学部博士課程2年、バシリ・ハミドさん。研究テーマは An Essential Update on Inspection Systems Based on Cosmic Ray Muons です。Good afternoon, everyone. I'm Hamid from Iran. Today, I'm going to speak about an important subject, the safety of people. Currently working inspection systems has lots of limitations. And to overcome these limitations, researchers developed a new technique based on the particles coming from the atmosphere. Name of these particles are cosmic ray muons. So you can see the particles here. And in this technique, we use sensors to record the information of particles. And based on the information, a unique pattern will be generated for any material. So we can detect the material by these patterns. But what is the problem inside this system? We found that if there is a magnet inside our inspection system, the generated pattern is similar to other materials. And okay, this is not. The pattern generated for the magnet and other materials are similar. So the system cannot detect properly what is inside our inspection system. Okay, but will it, as a researcher in this field for more than 5 years, I can guarantee that the future of inspection market will be these systems because the source is free and available everywhere. There is no danger of radiation, and we can get a 3D image while the cost for maintenance is lower than other systems.
Here I listed the name of 3 companies working on this subject. You can see with few number of employees, they got very huge budget. That's because the safety is important and the governments also support them to protect their people. Nihon Myon is the name I chose for the company I hope we can establish in Japan as the first company working on this subject. But I want to finish my talk with the sad news for me and other researchers in this field. 5 months ago, Japanese ambassador in Estonia went to one of the companies I already mentioned. Here is a post from their social media, and I highlighted 2 sentences that broke my heart as a researcher in this field in Japan. First one is, I'm very sure we will see Japanese investors and clients at our company soon. Here are some investors as a judge today. Do you prefer to invest your money on your own researchers and build your own inspection system, or take the money out of the country to buy? And the second sentence was even worse. The Japanese construction and inspection markets are eagerly waiting for our technology. I wanted to say a big no. We are not eagerly waiting. We are hardly working to design and make a perfect inspection system. 頑張りましょう。はい、ありがとうございます。それでは、質疑をお願いいたします。Can I ask what types of application? Actually, I'm not familiar with the inspection market. Then, could you give some examples of the potential target of this business? So the application for this technique is very wide, and for example, we can build this system in a small size, like in a car size, and you can do some inspection using this size. And also, I bring it a movie here, but I don't know how to work with this. The application of this method is very wide. For example, from scanning volcanoes to other applications. But in investigation, we have some, for example, like here, you can see one movie here. Then, for example, in 2 minutes, we can scan a cargo and detect if there is some suspicious materials here or not. And that's because the particles are free and available everywhere, and we can get a 3D image for any material inside. Also, we can upgrade our system in order to define, for example, next year, one new material is forbidden for Japan, and we can train our system that this material is not allowed to import to the country. Thank you very much. It's quite good and demanded for the security or the disaster prevention of various areas. Yes, thank you. Thank you very much. 他にはいかがでしょうか。最近のこういう、類似なのか類似じゃないのか分かりませんけれども、宇宙から、レーザーだとかカメラだとかで地球上のいろんなものをこう、分析して、いろんなソリューションに展開しようっていう流れがたくさんあって、その中でこの宇宙船で投下して、ある部分見えるっていうのは非常に可能性をすごい感じる研究だなと思ってます。とはいえじゃあ本当にその今見えてるソリューションだとか今後こういうものに使うべきソリューションだとか、いろんな危険物の発見だとかっていうところもあろうかと思うんですけれども、こういうところにぜひ使えそうだとかこういうところに使うべきだと、世のためだったら、こういうソリューションが私たちの研究成果としては一番ターゲットとしたいんだというようなものがあれば、コメントいただけますか。Okay, thank you for the question. And for example, every day many containers exported to the country, and now we cannot scan all of them. This is the limitation we have. We cannot open any container, see what's inside. The only technique that can scan every container importing to the country
is this technique. And in less than 5 minutes, we can easily scan any container, and the result is a 3D image that all we need is this one. And we have also the solution for this problem we found, and we are working on it. So one solution we have is that we can, actually these particles are generated, the particles, we have negative muon and positive muon. One solution to detect the material is to distinguish these two particles. We didn't see this method in any other inspection systems. So if we distinguish what's negative muon and what is the positive muon, we can easily detect if there is a magnet inside and there is a possibility to hide some materials using magnet or not. So if there is a magnet, we should investigate more the cargo. Thank you very much. はい、ありがとうございます。今ちょうどだいたい時間になりました。はい、それではバシリ・ハミドさんの発表をこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。それでは、これから休憩とあと審査に入ります。ちょっと時間をいただきます。審査の結果がまとまるので16時20分までの休憩となります。審査員の皆様は会議を行いますので、隣の会議室に移動をお願いします。で、観覧の皆様はちょっとお待ちいただくことになります。表彰式を16時20分より行いますので、今しばらくお待ちください。もし部屋を出る場合は同時通訳のレシーバーは机の上に置いたままにしてください。はい、それでは休憩になります。それでは皆様お待たせいたしました。これより表彰式を行います。まず第1部学部修士課程部門の表彰を行います。プレゼンターは副審査委員長の澤田様にお願いいたします。澤田様、壇上へお願いいたします。発表者は呼ばれましたら壇上にこちらの階段から、上がってください。まず3位です。浅見浩志さん、NFT と昆虫で研究に新たな価値を。第2位、吉富佐藤さん。セマフォリン、セマをターゲットとした新規痛み治療薬の開発です。それでは、第一の優勝ですね、坂本和馬さん。昆虫食をデザインする食用昆虫蚕の新規食肉としての社会実装です。澤田様、ありがとうございました。それでは第2部博士課程部門の表彰を行います。プレゼンターは審査委員長の諸藤様にお願いいたします。諸藤様、壇上へお願いいたします。では3位です。バシリ・ハミドさん。An essential update on inspection systems based on cosmic ray muons です。はい。
第2位、工藤美希子さん。アキリンは胎児の脳を細菌感染から守るバリアとして働くというタイトルでした。それでは優勝第1位です。北島千咲さん、生物模倣の建築設計への応用です。受賞者の皆さん、本当におめでとうございました。それでは最後に公表になります。審査委員長の諸藤様より公表をいただきます。諸藤様、よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。今日はどうもありがとうございます。私そもそも研究者じゃないので、ちょっとここで公表ができるのかっていうのはあるんですけれども、逆に普通の人間として一般皆さんがやられている研究をどう感じたかっていう意味では公表できる部分もあるかなと思いますので、主にそういった観点で私の方からお話しさせていただければと思います。で、すごく感じたのは、すごいレベルというのは、今回のテーマでいうと分かりやすく伝えるっていう部分で、私のイメージしている研究職の人っていうのは基本分かりにくい人っていう感じだったんですけども、皆さんすごいレベルが高くて結構びっくりしたっていうのが最初の印象でした。でその中でも難しさを審査する側として感じた部分は、皆さん甲乙つけがたいっていう部分と、私自身はそれが社会へのインパクトとかっていうのは伝わってくるんですけど、実現可能性とかっていうのは今回はそんなに重きを置いていないので、あくまでプレゼンテーションが分かりやすかったか受け取れたかっていう部分と、それが実現した時の社会のインパクトがどうだったかっていうのをメインに今回は評価させていただいています。その観点において、表彰された方1位2位3位っていうのを順位つけさせていただいたんですけれども、逆に言うと、例えば私の感じたことでいくと、博士とかでいくと、これから今入ったばっかりの人の方が希望に満ち溢れてて、テーマをこれから広げるっていう形だったので、すごくインパクトが大きいんだろうなとか、感情が伝わってきたっていうのがあって分かりやすかったなっていうのはあるので、例えば今回受賞した方は逆にそういうものを背負ったということで、これから実現していただきたいなっていうふうに思ったっていうのがあるのと、逆に表彰されなかった方もむしろもう真剣に研究をやってるがゆえに、なかなかそれを分かりやすくっていうところが難しいっていう側面もあったのかもしれないなっていうふうに思ってまして、これは一つの側面での表彰になるので、引き続き表彰されたされないにかかわらず研究に邁進していただいて、結果として社会に実装されなければ意味がないと思いますので、かつ今までの先人の研究者たちの積み重ねがあって皆さんの今回のプレゼンがあるのかなと思うので、それを渡すという意味と社会に実装するというところで跳ね返していっていただければ、このイベントの意味があったのかなというふうに思いますので、今日はいろいろとこれがこの後社会に実装されるのかなっていうのがワクワクするようなものをいただいたんで、これから皆さんの研究を時々ネットでチェックして見ていきたいと思いますので、ぜひ実装していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。諸藤様、ありがとうございました。それでは、最後になりますけれども、本イベントの総評を私からさせていただきたいと思います。このイベントを最初に企画したのはまだ今年春先だったと思うんですが、どういうふうにして多くの分野の学生さんに参加してもらえて研究を発信できるイベントにするかということで、かなり企画のメンバーで知恵を絞りました。で、ビジネス化に近いすぐという研究テーマもあれば、非常に基礎的な分野もある。で、
人社系もあれば理工系もあるという中で、なるべく多くの学生に参加してほしい。でかつそこでその社会に発信するっていう機会を得ることによって、改めて皆さんが自分の研究を見直す機会にもなってほしい。であとはこのイベントに参加した皆さんっていうのは事前に研修が2回ありましたね。金子先生からトレーニングを受けたと思います。でそこにこう出会いの場を作るといいますか、いろんな分野の人たちがこう自分の研究を発信してやるぞという野心を持って集まった人たちの中にネットワークをまた作ってほしいという、気持ちもありました。で今日の皆さんの発表、本当に素晴らしかったと思います。で、順位はついたわけですけれども、表彰されなかった人もみんな本当によく分かりやすく情熱を持って語ってくれたと思います。でこうした学生さんが九州大学にいるというのは、私教員としても自分も頑張らないといけないなというふうにエネルギーをもらったと思います。でこれが先ほど諸富士さんの講評にもありましたように、修士課程だったりドクター1年だったり3年だったり、皆さん研究の段階がいろいろあるかと思います。であとは今後、卒業していって、会社に出ていく人、起業する人、いろいろあるかと思います。で今日のマインドを持ってですね、ぜひこれからの生活をクリエイティブに頑張っていってほしいと思います。本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして KU ビジョンピッチ2022を閉会いたします。ご観覧の皆様、本日はどうもありがとうございました。同時通訳のレシーバーと、あとネームホルダーについては机の上に置いていってください。持ち帰ることがないようにお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。終わります。はい。